このチュートリアルではモデリング、アニメーション、シェーディングとレンダリングを解説します。初心者方向けに作りましたが、経験者の方にも使える情報がいっぱい詰まっています。まずはすべてのオブジェクトを選択して削除します。待ってくれ。俺にも手伝わせてよ。じゃあ、今日はキューブくんを使っていきましょうか。イェイ。シフトセレクトでライトとカメラを選択して消しましょう。キーボードの X キーを押して削除します。ショートカットは画面に映しますので、一緒に覚えていきましょう。点キーの1を押すと前からのビューに変わります。点キーがない方はこのボタンを押して前を選択してください。迷ったらホームキーとこれを押せば元に戻れます。マウスホイールでズームします。モデリングから始めましょう。キューブくんを選択してモディファイアプロパティを開いてください。モディファイアを使うことで簡単に難しい形を作ることができます。まずはサブディビジョンサーフェイス。オブジェクトの面を細分化し、見た目を滑らかにします。これは滑らかと言えるでしょうか。こちらの数字を大きくすれば細分化レベルを変えることができます。ビューポートは作業中に見えるレベルで、レンダーはレンダリングするときに見えるレベルです。細分化しすぎると重くなりますので、とりあえず3にしておきましょう。オブジェクトを選択して右クリックでスムーズシェードにします。本当に細かいところなんですけど、まだちょっと四角い形していますよね。キャストモディファイアを使えば完璧な球体になります。Before、After。どうして最初から球体を使わないのかと？いい質問ですね。簡単に言うと、3D モデリングでは、それぞれの面が四辺形だとモデルが扱いやすくなるからです。細分化したキューブはこうで、UV 球だとここが三角形になっています。まあ、それとキューブくんが手伝いたいって言ったからです。ボールになったぞ。立派なボールですね。次は周りを作りましょう。シフト D でオブジェクトをコピーします。雪だるま作ろう。今日はできないよ。右クリックで移動をキャンセルします。S でスケール。中身が見えないからどれくらい大きくすればいいかわからないかと？そうか。ブレンダにはそういう機能があります。このボタンをクリックすれば透明にすることができます。ショートカットは Alt-Z です。よし！尻尾を伸ばしてみましょう。タブキーで編集モードに切り替えてください。このメニューから選ぶこともできます。右側を選択して E キーで面を押し出します。押し出した面をスケールすると、じゃじゃーん！形を調節するためにコントロール R でループカットを追加します。マウスホイールでカットの数を選んで、左クリックしてカットしたい場所を選んで、もう一回クリックします。このカットをスケールして、いい形に変形してみましょう。後からループカットの位置を変えたいと思ったら、G キーを2回押せばスライドできます。間違えちゃったときは、他のソフトと同じようにコントロール Z で元に戻せます。今のうちに保存しておきましょう。コントロール S、そして保存したい場所を選びましょう。クラッシュすることもありますので、保存は
こまめに。タブキーでオブジェクトモードに戻ると、あれ？なんかさっきと違いますね。オブジェクトをコピーするとき、そのオブジェクトのモディファイアもコピーされます。このボタンでモディファイアを隠すことができます。サブディビジョンサーフではなさそうですね。これだ。キャストモディファイアで球体になろうとしていたようです。ここを押して消します。オブジェクトに名前を付けましょう。アウトライナーで名前をダブルクリックすると変えることができます。ブレンダではなぜか日本語の入力ができないので、いつも英語にしています。こちらがボールで、こっちがテール。モデリングはこれで終了。ここまで見てくれてありがとうございます。申し遅れましたが、私はメカニカルモスです。素材作り好きで、みんなにも自分で作ったぞという気持ちを味わってほしくて、素材作りのチュートリアルを始めました。自己紹介してすぐにお願いしちゃってすみませんが、高評価をお願いします。高評価されると動画がもっと広がりますので、新しい動画を作るモチベーションになります。ありがとうございます。それでは続けましょう。モデリングが終わったところで、次はアニメーションです。Shift A かこのメニューからカーブの円を追加します。この角度から見えませんが、ちゃんとありますよ。R、X、90で X 軸で90度回転させます。リターンキーか左クリックで決めます。今より5倍の大きさにしたいので S キーを押してから5を押します。テールを選択してカーブモディファイアを追加します。カーブオブジェクトは先ほど作ったカーブ円にして変形軸を-X にしてください。これで G キーを押して移動すればカーブに沿って動きます。ボールも同じようにカーブモディファイアを追加しましょう。これだけじゃ一緒に動かないので、ボールをテールにペアレントしましょう。最初にボールを選択して、次はテールをシフトクリックしてください。ボールの周りが濃いオレンジ色で、テールの周りが薄いオレンジ色になっていれば OK です。そのままコントロール P を押してオブジェクトを選択します。これで動かせば、ボールのカーブモディファイアの変形軸を変え忘れちゃいました。これでテールだけを動かせば一緒に動きます。周りをもやもやさせてもっと動きを面白くしましょう。ディスプレイスモディファイアを追加すると明太子になります。新しいテクスチャを追加すると潰れちゃいます。おいおい、ふざけすぎじゃないか。ちょっと待ってくださいよ。このボタンを押すとテクスチャタブに行きますので、ここでテクスチャタイプをクラウドにします。テクスチャのサイズを小さくするとこう見えます。大きくするとこう見えます。これは皆さんのお好みで。モディファイアプロパティに戻るとディスプレイスの強さを調節できます。やりすぎないように気をつけましょう。あと、ディスプレイスの座標をローカルからグローバルに変えてください。これは綺麗なループを作るのに必要です。ちょっとカクカクに見えてきましたので、サブディビジョンのレベルを上げましょう。両方ね。やっぱり動いていないと最終的にどうなるか想像しにくいので、ループアニメーションにしましょう。その前に、レンダープロパティを開いて、フレームレートを決めてください。ゲームと同じように高いフレームレートにすると、
もっと滑らかになりますが、その代わりにレンダリング時間が長くなります。基本的に30か60で大丈夫だと思います。そして左下の再生、シンクをマイフレーム再生からコマ落としにすると作業が重くなってもアニメーションのスピードに影響はありません。N キーでサイドバーを開けます。テールの位置が0になっているかどうかを確認して I キーでキーフレームを挿入します。ここが黄色くなるはずです。このボタンで最後のフレームにジャンプして1の X 軸に数式を入力します。一周させるために円の円周と同じ距離を動かしたいので、まずはそれを計算しましょう。円周イコール π× 直径。円を選択すれば寸法方法で直径の長さを確認することができます。この場合は10メートルなので、テールに戻って、ここに π×10 と書きましょう。正直言って、数学は苦手な方です。ロボットみたいになっているのは頭じゃなくて腕だけなんです。しかし、ブレンダでは本当に役に立ちます。数学が楽しいって思っちゃうかもしれませんよ。もう一回キーフレームを挿入します。反対の方に動かしたいので、最後のフレームに戻って、数字の前にマイナスを入れて、またキーフレームを挿入します。再生すると、もやもやもやしてます。速さを一定にするには、タイムラインに右クリックして、保管モードをリニアに変えます。そして、Shift E でループにします。これはアニメーションをループにするのではなく、このキーフレームをループにするだけです。速さを変えるのに、最後のキーフレームを選択して G で動かします。気に入る速さを見つけたら、次はタイムラインの調節です。このボタンで最後のキーフレームにジャンプして、この数字から1を引き、それをここに入力します。早すぎてわけわからないって思った方は、前のチュートリアルでゆっくり解説してみましたので、ご参考にしていただければと思います。よし、あとはボールを増やして、今やってきたことを全部もう一回やるだけです。冗談ですよ。ボールとテールを両方選択して、Shift D でコピーします。そのまま動かせると思ったら、再生すると元に戻っちゃうんですよね。キーフレームがついてるからです。ということで、キーフレームを両方選択してずらしてみると、よし！ループする時間は150フレームなので、その半分75フレームにずらしましょう。シェーディング、色をつけましょう。ここから一気にかっこよくなりますよ。Z を長押ししてレンダーモードに変えましょう。少しレイアウトを変えましょう。角の方にカーソルを動かすとプラスマークに変わり、そこで右クリックすればエリアを分割することができます。カーソルが矢印になっていれば、そのままクリックして引っ張るとレイアウトを調節できます。エディタータイプをシェーダーエディターに変えてください。こちらのシェーダーエディターでノードというものを使ってマテリアルを作っていきます。今はライトがないのでほとんど何にも見えない状態ですが、放射の色を白にすると見えるようになります。周りだけを光らせるのにぴったりなノードがあります。Shift A で入力のフレネルノードを追加します。
ノードのソケットをクリックして引っ張るとワイヤーが出ますので、それを放射の強さにつなげてください。一気にそれっぽくなりましたね。コンバータのカラーランプを追加するとさらに調節できます。ノードの値を変えてみて、自分がかっこいいと思うように作ってみてください。アートですから正解はありません。ここをクリックすれば好きな色に変えられます。カラーランプは0から1までのグラデーションの値で表されます。つまり放射の強さは1までしかいきません。もっともっと光らせたいのですが、簡単に変えられる値が見当たりません。そんな時は数式ノードを使います。数学は役に立つって言ったでしょ？コンバータの数式ノードを追加して、このメニューから乗算を選びます。0をかけても0なので、黒いところは黒のままで、白いところはさらに白くなります。結構かっこよくなってきましたが、光っているというより、色が白くなっていますね。レンダープロパティを開いて、ブルームをチェックすると、かっこいいですね。ワールドプロパティでワールドのカラーを黒にすると、さらにエフェクトが強くなります。乗算ノードの値を上げれば上げるほど光が強くなります。ここで一つ問題が出てきました。中のボールが見えなくなりましたね。テールを透明にする必要があります。カラーランプのカラーをアルファにつなげます。N キーでサイドバーを開いてオプションを選択してください。ブレンドモードをアルファブレンドにすると、ほら、光ってるぞ。本当ですね。周りだけだけどね。本当は全部光らせてあげたいので、新しいマテリアルを作りましょう。今作ったマテリアルをテールと名前を付けましょう。ボールをアウトライナーから選択して、このボタンでマテリアルをコピーします。コピーできたら名前を変えましょう。ノードをボックス選択で X で削除します。もう一つのボールにもこのマテリアルを付けたいので、アウトライナーから選択して、このボタンで先ほど作ったボールのマテリアルを選択します。放射の色のサイドを下げるとかっこいいと思いますが、あなたがアーティストですからお好きなように作ってみてください。これでシェーディング終了。私は2つの色にしたかったので、もう一回テールのマテリアルをコピーして放射の色を変えました。待機画面っぽく真ん中にローディングと書いてみましょうか。Shift A でテキストを追加して R、X、90で回転させます。A のアイコンをクリックして段落の配置を中心にします。これでも真ん中にならなかった場合は Alt-G でオブジェクトの位置を0にする必要があるかもしれません。タブキーで編集モードにしてローディングと書きます。S でスケール。マテリアルを新規して値を変えましょう。日本語を入力したい場合はコピーペーストします。それと日本語のフォントを使う必要があります。このようなウェブサイトからダウンロードできます。それぞれの利用規則が違いますので、ちゃんと読んでから使いましょうね。気に入るフォントを見つけたら、ここからブラウザを開き、フォントを選びましょう。テキストアニメーションのチュートリアルに興味がある方は、コメントを残してください。このアニメーションを動画編集や配信で使うためには、
レンダリングして動画として書き出す必要があります。レンダープロパティを開いて、まずはレンダーサンプルを少し下げましょう。32にします。次は出力プロパティを開いて、今から書き出す動画をどこに保存するか選びます。そして、ファイルフォーマットを FFmpeg にして、エンコーディングは MPEG4 にします。一応、品質も高品質にしておきます。よし、これで OK です。一番最初にカメラを消しましたので、新しいカメラを追加しましょう。そして、点キーで0を押してカメラビューにします。点キーがない方は、このボタンを押してカメラビューを選択してください。クリックせずに G、Y でカーソルを上に動かすとシーンが見えてきます。Shift、Alt、Z でオーバーレイを隠せます。左上のレンダータブを開いてアニメーションレンダリングを選択します。これで数分待てばこのようなものが出来上がります。皆様が作ったものを見たくて仕方がないので、ぜひ Twitter @mechanicalmoss で完成したものを見せてください。背景素材を作ってみたい方はこちらの動画をご覧ください。作ってみたけど配信でどう使えばいいかわからない方はこちらをご覧ください。また長い動画になりましたが、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。それではまたねー。